おはようございます、ドンハボッチャマ。お召し替えのお手伝いを。おや、今朝はお一人でお支度をなされたのですか？主の目覚める時間くらい把握しておけ、無能が。はあ、申し訳ございません。いつもより早く目覚めた。理由は分かっているだろう。はい。本日はアンプルール勝利のための重要なミッションがございます。そうだ。今宵の計略で敵の力量を測る。果たして奴らの絆がいかほどであるのか、この僕が見定めてやる。辛抱遠慮。まさに坊ちゃまにふさわしいストラテジー。さすがでございます。ふん、当然だ。ジュンソン。は。ひざまずいて僕に靴を履かせろ。無能な執事のために仕事を取っておいてやったぞ。坊ちゃま。まずは左足からでございますね。これは愚か者！なんだこの靴は。きついぞ。つま先に指が当たるじゃないか。どうしたその顔は。失態を犯しておいてなぜにやついている？いえ、坊ちゃまのご成長の速さにこのベク・チュンソン感動の念を禁じ得ず。つい3ヶ月前にあつらえた靴がもう大きくなられて。僕が悪いというのか？めっそうも。主の足のサイズくらい把握しておけ、無能無才のボンクラが。申し訳ございません。どうかその無知で私にしつけを。言うまでもない。ベク・チュンソン、お前は僕の何だ？執事でございます。そしてアンプルールでもある。僕と共に音を紡ぎ奏でるもの。坊ちゃま。ならば知っておけ、僕という人間を。頭のてっぺんから足の先まで。知識は力だ。相手のデータを知ることで理解が深まり絆が生まれる。はい。僕を勝たせろ、チュンソン。御意。すべてはドンハボッチャマの仰せのままに。僕としたことがこんなミスをするとは。どうしたハジュン。ネットで株の取引してたのか。ええ、売りのタイミングを逃して3億ほどロスしました。3億？僕にとってははした金です。大した損失ではありません。さすがハジュン、言ってくれるね。この程度のことで動じていては実家への復讐は果たせませんから。そういや、あれから4財閥はどうなったんだ？アルタートリガー社に裏で資金提供して警察の捜査を受けたんだろ？グループのトップが逮捕されるとか、そんな噂もあったよね。ええ。ですが結局罰せられたのは末端のものばかり。あの人たちは無罪釈放ですよ。法廷にすら立たされなかった。まあそんなことだろうとは思っていましたが。なんです二人とも。何か言いたそうな顔ですね。それは
なあ、アン。いきなり僕に振る？いや、だってこういうのアンの方が得意だろ。いいですよ。え？アンプルール、ヨンドンハのことが聞きたいんでしょ？バレバレです。パラドックスライブの参加チームが発表されてから妙にその話題は避けるし、アレンとアンが気を使っているのは分かってました。ハジュン、話したくなければ。大丈夫です。僕だって昔の僕じゃありません。前回のバトルを経て少しは成長したつもりです。お察しの通り、ヨンドンハは腹違いの僕の弟です。四財閥の由緒正しき後継者。僕が日本に追放される原因となった存在です。なあ、それは。ええ。昔はそれなりに思うこともありました。正直、恨んだことも。ですが、彼がいなければ、僕は今ここにいません。ハジュン。僕は今の僕を肯定しています。ですから、バトルの対戦者という以上の感情を彼に向けるつもりはありません。実際ドンハとは別の建物で育てられましたから、顔を合わせることも稀で、正直、兄弟という実感もないんです。けど、実家の方はどうなんだ？だよね。わざわざ弟をパラドックスライブに送り込んでくるなんて、なんか嫌な感じ。しかも、いきなり1回戦でぶつかるとはな。そこに4家の作為があると考えるのは、さすがに勘ぐりすぎでしょ。僕としては、むしろ都合がいいと考えます。というと？勝ち上がる前に叩き潰す。楽しみじゃないですか。追放された雑種に血統書付きの子犬が負けたと知ったら、彼らがどんな顔をするのか。顔、怖いよ、ハジュン。ああ、俺出るよ。はい。失礼いたします。あれ、あなたは。うちに何の用です？ベクチュンソン。ハジュン坊ちゃま。ご無沙汰いたしております。挨拶はいい。要件を言え。おや、気短なところはお変わりになっていないようで。この人、あれだよな。アンプルールの。ハジュンと知り合いだったんだ。僕の執事だった男です。もっとも、ドンハが生まれてすぐあちらにくら替えした忠誠心のかけらもない使用人ですけどね。これは初手から手厳しい。四家総帥からのご命令は絶対。私個人の意志ではいかんともしがたく。なるほど。忠義を捧げるのはあくまでも巨大な権力、四財閥ということか。めっそうもない。今はドンハ坊ちゃまの執事として身も心もお捧げしております。何この空気。なんか、ゾワッとくるな。それで、ドンハの執事さんが俺たちに何のご用ですか？ああ、お待たせして申し訳ございません。ベイの皆様にこちらをお渡しするようドンハ坊ちゃまからことづかってまいりました。手紙？招待状です。本日、ベイの皆様のために特別な晩餐会を開催いたします。午後7時に4家までお越しください。記念すべき初戦の相手として、ぜひお互いの親睦を深めたいと存じます。なお、メンバー全員がお越しくださらない場合は、中止とさせていただきます。なんか、丁寧なんだか強引なんだかわからない招待状だな。特別な晩餐会。なんだか怪しい匂いがするけど、どうする？ハジュン。断ったところで
どうせまた別の形で呼びつけられるでしょう。面倒なことはさっさと済ませるに限ります。では皆様ご出席ということでよろしいですか？はい。かしこまりました。皆様におかれましては必ずやお楽しみいただける一夜となることでしょう。それではこれにて。うわー、すっごい豪邸。都会の真ん中にこんなお屋敷がまだ残ってるんだ。元は去る政治家の邸宅だったそうです。何事も形から権威づけする自信がない者のこけ脅しです。厳しいな。さすがド S 王子、弟にも容赦ない。くだらないこと言ってないで行きますよ。了解。ようこそおいでくださいました。どうぞお入りください。長い廊下だな。一体いくつ部屋があるんだ？家具も全部アンティーク。雰囲気あって素敵だよね。では菅佐のアレン様、アン・フォークナー様。はい。恐れ入りますがお二人はこちらの部屋にてしばしお待ちくださいませ。晩餐みんなで食べるんじゃないんですか？ええ、ですがその前にちょっとした確認を。ハジュン様はそのまま食堂にお進みください。招待しておいて随分非礼な扱いだな。何卒お許しを。ベイの皆様にお目にかかる前にハジュン様にはドンハボッチャマとご兄弟としてぜひ水入らずで旧交を温めていただきたく。僕らの間に温める旧交などないことはお前がよく知っているだろう。さてそれは。いいよ、ハジュン。僕たちここで待ってるからさ。ドンハと話してきなよ。ご理解ありがとうございます。それではハジュン様、あちらの者が食堂までご案内いたします。じゃあな、ハジュン。後で合流しよう。ええ。今さら何を話せと。ドンハとはあの時以来。ではお二人はこちらへ。あれ、この部屋テーブルセットがしてあるぞ。ただし2人分だけどね。どうぞおかけください。どういうことだ？俺たちはここで食事しろってこと？さすがにひどくない？誠に恐縮ですが、ヨン家が催す正式な晩餐の席についていただくにはそれなりの資格が必要なのでございます。資格？テーブルマナーはもちろんのこと、お客様の品位と知識が問われると申し上げればいいでしょうか。うわ、めんどくさ。というわけでこちらで簡単なチェックを受けていただきます。これから私がお出しする質問に正しい答えをしていただければその都度お食事をお持ちします。ちなみに本日の料理人は5つ星ホテルのシェフ、フレンチのフルコースをご用意しております。それでは早速第1問。晩餐に招かれた時の正しい服装は？俺普段着だ。僕はちょっとドレスアップしてきたけど。アン様ご名答。食前酒をお召し上がりいただけます。やった何このシステム。てか、何なんだよこの羊。ー。なにこれ、美味しい。それでは第2問。今からお出しする食材を
正しいマナーでお召し上がりください。バナナか。どっかで見た気がするけど、どうやって食べるんだっけ？これは一体どういうことなんです？まさか僕と食事がしたくて呼び出したわけじゃないでしょ。第一別々のテーブルで食事をさせるなんてとても客人を迎えるマナーとは思えませんが。逆？思い違いも甚だしい。4家に捨てられた雑種風情がこうして僕と食卓を共にできること自体ひれ伏すほどの光栄だろう。僕のことじゃありません。アレンとアンのことです。個人的な事情で迷惑をかけたくないですから。奴らにはチュンソーのチェックを受けさせている。この席に着くだけの知性と品格が認められればデザートが来る前に同席させる手はずだ。それでとは？チュンソンには兄弟として旧交を温めろと言われたんですけどね。くだらない。そんなもの僕らの間には存在しない。ところであの人たちは了解しているんですか？あなたがパラドックスライブに参戦することですよ。ファントメタルの使用にはリスクがあります。トラップ反応だけじゃない。メタルの侵食が進めば命の危険も。何が言いたい？なぜ幻影ライブなんです？理由は一つ。ヨン・ハジュン、貴様が最も愛するもので貴様を完膚なきまでに叩き潰し絶望させるためだ。生まれた時から僕は自分で何かを望んだことはない。四財閥の後継者、特別な人間にはあらかじめ全てが与えられている。最高の環境、医療、教育。選ぶことも望むこともなく、それらはすでにそこにあった。完璧な世界で育つ完璧な存在。四家の正当な血を継ぐ生まれながらの勝利者。それが僕だ。故に誰よりも優れた存在でなくてはならない。そして僕はそれを証明してきた。勉学でもスポーツでも芸術でもそこらの雑魚は僕に及びもつかない。連戦連勝、僕は勝ち続けた。なのにたった一つの賭けが僕が完璧であることを損なう見事な政治の器に入った一本のひびのように。それが僕だと？そうだ、貴様だ。どんなに優れた結果を残そうといつも比べられる犬当然に捨てられた人間とこの僕が。目の前にいない相手と常に比較される苦痛が貴様にわかるか。打ち倒すこともできず否定することもできない。どいつもこいつも口ではおべっかを使いながら腹の中で寝踏みをしている。貴様と僕、どちらが優れているのかと。だから決めた。貴様が取るに足らぬ存在であることを僕は世界に知らしめる。貴様と同じ武器、同じ場所、パラドックスライブで戦い、どちらが本当に優れているかを明らかにする。それしかないと。僕に勝つ。ただそれだけのために幻影ライブを選んだと？ああ。危険を顧みず
両親の言いつけにも逆らって？ああ、そうだ。4家もお父様もお母様も関係ない。これは僕の選択だ。すべてを与えられてきた僕が、生まれて初めて心から望み選んだもの。それが、幻影ライブだ。光栄に思うがよい。貴様が愛するもので、僕は貴様を蹂躙する。踏みつけ、叩きつぶし、僕の足元にひれ伏せさせる。そうすればもう、誰にも比べられることはない。